こんにちは、ダイアリー11のちーです。今日は私の住んでいるネグロス島で曲げてから飛行機で約30分、マクタン島のラプラプ市に来ています。セブの有名リゾートが軒を連ねるマクタン島の美しいビーチ、白い砂浜と青い海を思い浮かべるフィリピン屈指の観光地です。でもそんな華やかなビーチリゾートのすぐそばには貧困層の居住地区、いわゆるスラム街も存在しています。今回登場するのはマクタン島のゴミ山に住むとっても元気な子どもたちです。セブ市内から車で約40分、目的地に到着しました。こちらはこのゴミ山のコミュニティを支援している CSP トラベル&ツアーズの土屋さんです。スタート2019年なんですけど、もともと薬をやってる人とかっていうのがこの集落にいたっていうのが現実であって、今この中に130人ぐらいの子供たちがいてですね、コロナの時もずっとここサポートしてご飯を持ってきたりだとかゲームをやったりで、セブ市のゴミ山とかだと入場料支払うとゴミ山ツアーみたいになってるんですけど、ボランティアを結構受け入れている。そうですね。ここはじゃあ現地の人ももう手を差し伸べたくないっていうのが現実がありまして、最初のは僕たちももっと門前払いというか、私たちのコミュニティをもう荒らさないでくれみたいな状況だったんですけども、そこから年数を重ねて何回かやっぱり行くごとにちょっとずつ緩んでいくもんなんですか。やっぱり関係構築には時間かかります。3年ぐらいかかります。ゴミ焼却施設が一般的ではないフィリピンでは、このようなゴミをひたすら山積みしていく集積場が多数存在し、ダンプサイトと呼ばれています。そしてそのダンプサイトの一角でゴミから資源を集め、街で売ることで収入を得ているスカベンジャーと呼ばれる人たちが暮らしています。ダンプサイトの集落に着きました。たくさんの子どもたちが私たちの訪問を待ってくれていました。実は今日これからここで行うのは、日本のプロの美容師による子どもたちのボランティアカットです。こちらはセブのヘアサロンリノアのスタッフの皆さん。そう、以前当チャンネルでも紹介した香川さんが経営されているヘアサロンです。あれから約1年、なんと日本人スタイリストが3人も増え、現在はシフト制で定休日なしで営業されています。そしてマニラでの講習も月2回1年単位のプログラムにパワーアップ。卒業生の中にはカット料金が倍になった美容師さんもいるそうです。今年の夏のフィリピンは雨が全く降らず、例年よりさらに厳しい猛暑。皆さん汗だくになりながら手際よく、でも丁寧に子どもたちの髪をカットしていきます。こんな暑いとこなんで、ちょっとでも量吸いといてあげようっていう感じですね。ちょっと涼しげに。カラーリストのレイナさんは女の子たちに可愛いヘアアレンジをしています。こういうところのボランティアカットってもう結構機械的にバーって切っていくのかなと思ったんですけど、ちゃんと最後に写真撮ってこうなったよって見せてあげてたりとか、好みを聞いてたりとか、ゴムの色とかもなんかですね。やっぱり機械的になっていっちゃうと大事なものが伝わらないのかなって思って、それこそ私たちが普段実際やってることと同じようにカウンセリングしたりとか、仕事が機械的じゃないっていうホスピタリティが伝わるのかなって思って、自然にみんなやってると思います。集落の中を少し案内してもらいました。迷路だな。この壁はゴミが増えてきたから作った。
mo dire mga 500 people mo? Kuan lang, 73 Capital? household. Yeah, this area is private. From here to there, like we go to the highway. Okay. Yeah, they have to walk like 15 minutes. They have to put like a Wall? wall like this. Then they can't go To anywhere highway. To highway. Oh. For this time, owner allowed. How about this area? Public? Public ni? Private. Private. Soon, if the owner use this lot, then They have to they have to demolish. Pila na mo katuig? Ako 23 na. 23 years na mo dire? 23.23年の間、集落の中に住む者同士で子供が生まれ、家族が増え、ここの住人は増加し続けているそうです。実はフィリピン政府は数年前にこちらのような環境に悪影響を及ぼすダンプサイトは全て閉鎖することを決定しました。それに伴い環境に配慮した埋め立て型のゴミ処理場への移行が進められています。しかし移行はスムーズには進まず、ここも中継所という名目で未だゴミが遺棄放置されています。そして古いゴミは残ったまま、新しく遺棄されるゴミの量だけが減っていき、スカベンジャーとして生計を立てることは徐々に難しくなっているそうです。フィリピンのゴミ山問題はゴミの処理方法とそこで暮らす人たちの衛生環境だけでなく、そのゴミを糧に生きる人たちの今後をどうサポートするかまでを考える必要があります。こちらは土屋さんが経営されている CSP トラベル&ツアーズのオフィスです。CSP は日本人観光客に向けて現地のオプショナルツアーやグループパッケージツアーを提供するフィリピン観光省認定の旅行会社です。さらにウェブサイト CSP ナビでのフィリピン観光情報の発信、英会話レッスンサービス旅スタの運営も行っています。そしてそれらの事業とは別に継続して行っているのが貧困地区や児童養護施設の子どもたちへの支援です。支援の方は3つの柱があって、1つのやつはゴミ山とかそういう子どもたちに毎月だったり不定期でジョリビーとか持ってったりだとかイベントを開催して、もう1個は児童養護施設とかのスカラーのプログラムだったりだとかスポンサーでうちが経費を持つので、あとはもう1個僕の母校でもある海津大学とのサマーキャンプっていうプロジェクトがあるんですけども、そこでのちょっと留学プログラムで一緒にプログラムをやったり。日本からセブに観光でいらっしゃる方も両方提供されてる感じですか？それが全く真逆で、僕そこを見せないべきだと思うんですよ。だからこそ受け入れられてるってことがあるんですけど、やっぱり旅行会社としてオーシャンブルーの海が広がって、それを目的でセブに来てくれる人たちに児童養護施設ゴミ山のパッケージっていうのは僕たちは全くやってなくて、未来の日本の子どもたちのためにスタディパッケージとかスタディツアーってものは大学とコラボしたりとかはやってますけど、自社で僕たちでこのツアーみたいなのはやってないです。この国で稼がしてもらってるからこそ、この国の最大の問題って何なんだろうって思った時に、ストリートチルドレンだったりっていうものが僕の中で感じて、もっとここに来る日本人が増えたりとか子供たちが来るようになった時に、そのストリートチルドレンとか僕が見た光景は将来の子たちには見てほしくないなって思って、より多くの人たちがセブがリゾート地だったり観光地だったりもっと行きやすいの環境づくりとして僕たちその未来への投資じゃないですけどっていう思いなのはあるので。香川さんと出会われたお客さんとしていて、髪切ってもらいながら話してて、すごく面白い人だな。僕は本当にすごいなと思うのが、僕起業して10年ぐらいじゃないですか。ペソ1ペソも稼いだことないんですよ。難しいんですよ。この国の人から売り上げを上げるとか、フィリピン人が主なターゲットで活躍される方がいた時には、本当にお話ししてみたいな、ちょっと興味が出てきて、翔也さんがバジャンで髪を切ってたって話は聞いてて、でうちのスタッフも何人かやりたいんですよねって話はもらってて、じゃあゴミ山とか児童養護施設来たら面白そうですねみたいな話をしてからですね、僕からすると僕がやってるその子供たちに外の世界を知ってもらって、自らの足でゴミ山だったりとかそういった場所から能動的に動いてくる仕組みを作りたかった人がいたので、日本人が髪を切ってくれるっていうのは子供たちにとって初めての経験ですし、外の世界を知るきっかけでもありますしっていうので、じゃあやってみようか。ゴミ山に住んでるってことはおかしいことだと思うんですよ。大人の都合によって住んじゃってる子供たちが多くいて、子供たちとこういう日本人の出会いの場があって、外の世界を知ってもらって、自分の親に対して疑問を持ってもらう。なんで僕ここに育ってるの？なんでもっと外の世界に行けないの？子供たちにアプローチをしながら、こういったところの住む循環ってものをなくしていこうっていう活動を僕たちはしています。
ゴミ山でのボランティアカットの後、セブ市内のとある施設を訪れました。こちらも土屋さんが支援を続けている児童養護施設です。フィリピンでは農村部の貧困から抜け出すため多くの人が都市部に移住しますが、結局スラム街に定住してしまうケースが少なくありません。そうした際、大人の都合で劣悪な環境を強いられてしまうのが子どもたちです。ここでは貧困をはじめ様々な事情から家族と一緒に暮らせない子どもたちを保護し、社会人として自立するまでをサポートしています。このコンセプトが面白くて、一つ一つがビレッジ、家のような形になっていて、本当だ。実は児童養護施設だからといって閉じ込めるのではなく、親がいないからこそこういう一つ一つのビレッジにみんなで家族で疑似体験をしているっていう。Mayong hapon. Wow. The 12 houses, the structure is all the same. Room for the nanay, room for the kids, room for the boys, separate room for the girls. Long table for the dining. So they must follow all the rules. Each of us have around 7 to 8 kids. This house, the eldest is 16 years old and the youngest is 7 years old. Each house has computer. The computers are all donations. Yeah, dead weights. We have a police, we have a seaman. Students came from SOS. Now they're all working professionally. 今日はここでもボランティアカットを行います。子供たちもきっと今すごい緊張してるから、カットもさっき初めての子がいてて、切る前ちょっと怖そうな顔してたけど、今はもう大丈夫そうな感じしてたので、よかったな。子供たちに夢を与えて、今後自分たちがどうなっていきたいかって思ってもらうことが一番の私たちの目的なので、最後笑顔になってもらえるようにカットしたり、アレンジしたり、ちょっと接し方とかもやっぱりもうちょっと優しくしたりとか、どう自分が将来に向けて動いていくかだと思うので、そのちょっとした一部になってもらえたらなって。やっぱり必要なんです。実際に現場にいる子どもたちが抜け出したいって思うことが大事だと思いますか？いやーでも難しいですよね、そこは本当に答えがない世界なのかなとは思うんですけども、外を見てでもゴミ山にいようって、それも選択肢だと思っていて、知った上でなら、僕たちの本当にやってる活動は選択肢を広げるっていうことで、こちらの人たちってやっぱり明るいし笑顔だし、もう謝ればそこで終わりのこともありますし、すごく陽気な人たちですよね。ちょっと切っただけで周りの人たちもわーって言ってくれるのでありがたいです。すごく楽しい。もうハサミとコンブさえあればできるので、それが美容師さんの強みですよね。どこでも本当に路上でできちゃう。実際自分のハサミとかお店に来てもらって、もっと綺麗とか可愛くかっこよくしてあげたいなっていうのは思いました。もっとしてあげたい。でもすごい炎天下の中体力消耗しますよね、多分。ちょっともうアドレナリンで楽しくなっちゃってます。すごい楽しい。なんか元気もらいました。私たちも落ち込んでる暇なんてないなって。日本とかだと一人で生活が全て成り立つじゃないですか。社会福祉も全部整ってればいるんですけど、フィリピンの場合っていうのはご近所さんとも協力しながら助け合ってるからこそ、そういった価値観はすごく僕は学べたかもしれない。考え方が違うからこそ多くのことを学べますし、そこから自分の課題も見つけられますし。土屋さんたちの取り組みは、先進国の余裕のある人たちが途上国の恵まれない人たちを支援していると単純な構図で語ることもできます。でも実際は私たち日本人も自分たちが持っていないもの、失ってしまったものをフィリピンの人たちからたくさん分け与えてもらっている気がします。実はこのようなフィリピンと日本のポジティブな関わり合いが CSP の日本人向け事業にもたくさん詰まっているんですが、それはまたいずれ別の動画でご紹介できればと思います。